皆さんこんにちは。プッティモンキーレンチのお時間です。アフターエフェクツ基礎編の卒業課題パート4ということで、今回作成するのはカット4になります。カット4では円形を基調としたモーショングラフィックスとテキストアニメーションで構成されています。一見複雑そうに見えますが、描画モードとエフェクトを組み合わせることで、実際に作ってみると構造はシンプルです。早速作っていきましょう。では、C04 のコンポジションを開きましょう。まずは、コントロール Y で新規平面を作成し、背景を作ります。名前を BG としておきます。色はカット3終わりで使用した円形アニメーションと同じ黄色にしておきます。では、背景レイヤーをコントロール D で複製します。複製されたレイヤーの名前をラジアルワイプとしておきます。背景は動かすことがないので BG レイヤーはロックしておきましょう。では放射状ワイプとミラーを使ってこういったアニメーションを作成します。こちらはシェイプレイヤーでパスのトリミングを使っても同じアニメーションが作れますが、今回はエフェクトを使用して作成します。まずは色を変更しておきます。エフェクトの塗りを適用してカラーを変更します。色変更ができたらエフェクトの放射状ワイプを適用しましょう。放射状ワイプは時計回りまたは反時計回りにワイプできるエフェクトです。エフェクトコントロールを見てみましょう。変換終了の項目を変更することでワイプの進行具合を調整することができます。まずは何もない場所から現れるアニメーションにしたいので、変換終了を 100% にして開始フレームでキーを打っておきます。14フレーム進めて変換終了を 75% にします。これで放射状ワイプの効果で4分の1の範囲を表示させるアニメーションができました。緩急をつけておきましょう。2つ目のキーフレームを選択して入る速度の影響を高く設定しておきます。ではさらに放射状ワイプを使って今度は消えるアニメーションをつけていきます。放射状ワイプを選択してコントロール D で複製します。ワイプを時計回りから反時計回りに変更します。U キーを押して打たれたキーフレームを表示させてから複製された放射状ワイプに打たれたキーフレームを表示します。最初のキーフレームの上で変換終了を 0% にし、2つ目のキーでは 25% にしておきます。これで消えるアニメーションができましたが、アニメーションの開始タイミングが同じなため画面に表示されていません。キーフレームの再生タイミングを変更しましょう。複製した方の放射状ワイプのキーフレームの時間をずらしていきます。1つ目のキーフレームを4フレームから開始するようにします。2つ目のキーフレームは10フレーム先に進めておきます。一度再生してみましょう。これでベースの動きが完成しました。ではミラーを使用して加工していきます。エフェクトのミラーを適用しましょう。反射角度を90にしておきます。これで左側のアニメーションは完成です。では再度ミラーを適用して右側も完成させましょう。ミラーは画面の真ん中を起点に反射させたいので、反射の中心の X 軸をコンポジションの幅のサイズの半分の数値にあたる960に変更しておきます。再生してみましょう。1点問題点があります。よく見ると画面の真ん中に切れ目が入っていて、後ろの背景が見えてしまっています。こちらを修正しておきましょう。放射状ワイプのワイプの中心の X 軸を両方とも961に変更します。これで問題点は解消されました。では続きを作っていきます。次は文字を表示させた際の背景を作ります。レイヤーが何も選択されていないことを確認してから楕円形ツールに切り替えましょう。線は無効にし、塗りを線形グラデーションに変更しておきます。楕円形ツールをダブルクリックして円形を作成します。名前をツートンからサークルとしておきます。レイヤーの先頭が5フレームから始まるように移動させておきましょう。レイヤーを展開してサイズにアニメーションをつけます。開始フレームでサイズを0にし、17フレーム進めて、2228とし、画面の外側まで広げておきます。
キーフレームを2つとも選択して、キーフレーム速度の影響を高く設定しておきます。では、グラデーションの境界線をくっきりさせて、左右で色を完全に分離させます。グラデーションの塗りを展開して、終了点の X 軸を-1に変更します。トランスフォーム楕円形1を展開して中にある回転を90度に変更します。最後に色を変更しておきましょう。エフェクトの色かぶり補正を適用して、白と黒それぞれに色を割り振ります。うまく色を分けることができました。では続きを作っていきましょう。先ほど作ったツートンカラーの円形をコントロール D で複製します。名前をサークルとしておきます。エフェクトは不要なので、コントロール、シフト E で削除しておきます。塗りをグラデーションから単色に変更しておき、色も変えておきましょう。このシェイプレイヤーの上に文字が表示されるので、文字が見えやすいように配色します。レイヤーの開始点を2フレーム先に進めて、7フレームから開始されるように移動させます。では、U キーを押してサイズを調整します。2つ目のキーフレームを1370と変更し、キーフレームを5フレーム先に進めておきます。ではさらにシェイプレイヤーを追加して背景を加工していきます。作るのはテーパーがかかったラインが中心から放射状に広がるアニメーションです。では作っていきましょう。G を押してペンツールに切り替えます。塗りはオフにし、線を有効にしておきます。線幅は5とします。色は文字と被っても邪魔にならないように抑えめな色にしておきましょう。シフト、コロンを押してグリッドを表示させます。スナップが有効になっていない方は、コントロール、シフト、コロンでグリッドスナップを有効にしておいてください。画面の中心にポイントを打ちます。次はシフトをしながら真上に線を引くようにポイントを打ちます。この時、先ほど作成したサークルよりも外側に伸びるように線の長さを調整してください。線ができました。名前はライン、テーパーとしておきます。レイヤーの先頭が16フレームから開始されるように移動させましょう。ではレイヤーを展開して編集していきます。レイヤーの先頭で線幅にキーフレームを打ちましょう。次に追加からパスのトリミングを追加します。終了点を 0% にしてキーを打っておきます。25フレーム進めて線幅を120にし、終了点を 100% にしてアニメーションをつけます。線幅と終了点の2つ目のキーフレームを選択して入る速度の影響を高く設定しておきます。これでベースのシェイプが完成しました。では線の中にあるテーパーを使って線の形状を変化させます。先端部の長さを 100% にしてパスの開始点が先細るように変更します。では追加からリピーターを選択して放射状に広げましょう。追加したリピーターを展開してコピー数を18にし、トランスフォームリピーターの位置を0にして回転は360度割るコピー数の18となるので20として放射状に広がるように調整します。うまく放射状に広げることができました。このラインアニメーションはサークルの範囲内だけで表示させたいので、マット設定を使って表示範囲を制限します。エフェクトのマット設定を適用して、レイヤーからマットに取り込むをサークルにしておきます。これでサークル内だけに表示されるように設定できました。では仕上げに回転させましょう。画面の中心を起点に回転させたいので、アンカーポイントを画面の中心に移動させておきます。R を押して回転プロパティを表示させます。オルトをしながらクリックしてエクスプレッションにタイム*15と入力してゆっくりと回転し続ける動きをつけておきます。一度再生してみましょう。ではさらに作り込んでいきます。サークルを選択してコントロール D で複製します。名前をサークルライン01としておきます。ラインテーパーよりも上の階層に移動させて最前面に表示されるようにしておきます。次にレイヤーの開始点を2フレーム前に進めて再生タイミングをずらしておきます。
塗りをオフにして線を有効にしておきましょう。線幅は4とし、色も変更します。U キーを押して、サイズに打たれたキーフレームを表示させて、2つ目のキーフレームに時間を合わせます。サイズを1130に変更しておきましょう。ではさらに進めていきます。次はカット4開始時の円形アニメーションを作成します。ところどころ色が変更されていて一見難しそうな印象を受けますが、描画モードを利用することで簡単に再現することができます。やってみましょう。サークルライン01をコントロール D で複製します。複製されたサークルライン02のレイヤーの先頭をコンポの開始フレームから1フレームに移動させておきましょう。線幅を95としておきます。色は白に変更しておきます。U キーを押してサイズに打たれたキーフレームを表示させておきます。開始フレームのサイズを118にし、2つ目のキーフレームを2450に変更しましょう。2つ目のキーフレームを8フレーム前に進めてアニメーションの時間を調整します。このアニメーションはアニメーション開始時で速度が出ている状態で動かしたいので値グラフで調整します。1つ目のキーフレームのハンドルを傾けて速度が出ている状態を作ります。ではサークルライン02を複製します。複製されたレイヤーの開始点を4フレーム先に進めて5フレーム目から開始されるように移動させておきます。線幅を390に変更して色も変更しておきましょう。U キーを押してサイズに打たれたキーフレームを表示します。線幅が太くなったのでこのままでは画面の外側に消えていくアニメーションとならないのでサイズを調整しましょう。2つ目のキーフレームに時間を合わせてから画面の外に広がり見えなくなるように調整します。そのまま2つ目のキーフレームを選択して6フレーム先に進めてアニメーションの時間を調整しておきます。サークルライン02と03の描画モードを差に変更します。一度再生してみましょう。描画モードを変更することでシェイプが重なった部分の色が変更されました。差という描画モードは色の明るい部分から暗い部分を減算してくれるモードになります。明るさが重要となる描画モードなので黒色だと変化がありません。白色など明るい色で描画モードを差にした場合は下の階層にあるレイヤーと重なった箇所の色を反転させます。今回の場合、一番下にある背景は黄色です。黄色を反転させると青色になります。サークルライン02は白色なので背景と重なった部分が青色に変わるということです。描画モードを差に変更するとレイヤーが重なった箇所の色を反転させることができるので色数が増えて情報が多くなり複雑なアニメーションに見せることができます。白色のレイヤーを差にした場合は綺麗に反転してくれるので結果を予想できますが、それ以外の色を使用する場合は予想しにくいので実際に色を変更して確認しながら試してみましょう。気をつける点としては明るい色を使うことです。では続きを作っていきましょう。次は文字の周りを彩る円形のラインを作成します。まずはカラフルなラインを作り、色を整えてから曲座標というエフェクトでラインを円形に変形させます。やってみましょう。コントロール N で神経コンポジションを作成しましょう。名前はサークル、ライン、コロラマとしておきます。幅を2500にし、高さは1080にしておきます。コンポが作成できたら、コントロール Y で神経平面を作成します。幅を2500にし、高さを50にして作成します。作成できたらアンカーポイントを左端に設定します。P を押して Y 値を1020にして画面の下に来るように配置します。では見た目を変更しましょう。エフェクトのグラデーションを適用します。左から右へきれいにグラデーションするように、グラデーションの開始と終了を調整します。開始の X 軸と Y 軸ともに0とします。終了の X 軸は2500にし、Y 軸は0とします。では次に、白黒のグラデーションからカラフルな見た目に変更しましょう。エフェクトのコロラマを適用します。
コロラマはカラー情報やメイド、サイドといった情報をもとに色を変換したりアニメートすることができるエフェクトです。このエフェクトは非常に設定項目が多いので、各パラメーターについての解説は省きます。今回設定する項目は一つだけです。出力サイクルを開いて、パレットの保管のチェックを外しましょう。綺麗にグラデーションしていたカラーの保管を切ることで、色と色の境目をくっきりさせて、ポスタリゼーションをかけたような見た目に変化させることができます。最後に色かぶり補正を適用して、同系色でまとめておきます。私はブラックをマップの色を変更しておきます。色の調整が終わったので、アニメーションをさせましょう。S を押して、スケールプロパティを表示させます。中央比のロックを外して、開始フレームで X 軸を 0% にし、30フレーム進めて 100% にします。キーフレームを2つとも選択して、キーフレーム速度の影響を高く設定し、緩急をつけておきましょう。これでベースとなるラインアニメーションが完成しました。では C04 のコンポジションに戻ります。プロジェクトパネルを確認して、作ったコンポジションをプリコンポーズ用のフォルダに移動しておきます。ではサークルラインコロラマを C04 のカットに入れましょう。階層はサークルライン03の上に配置し、開始から20フレームの時間にレイヤーの先頭が来るように移動させておきます。ではこのラインを丸めて円形にしましょう。エフェクトの極座標を適用します。このエフェクトはレイヤーを歪ませる効果を持ちます。設定項目も2つと少なく用途は限られます。基本的に使用用途としては、長方形を円形に丸めるか、円形のものを長方形に変換するかです。今回は長方形を円形に変換します。保管を 100% にし、変換の種類を長方形から曲線へに変更します。これで線形のアニメーションを円形に変換できました。最後に R を押して回転プロパティを表示させ、エクスプレッションで回転させましょう。オルトを押しながら回転のストップウォッチをクリックし、タイムアスタリスク -15 としておきます。これで完成です。一度再生してみましょう。あとはテキストアニメーションを追加していきましょう。今回のテキストもバラバラに動かす必要があるので、テキストアニメーターではなく GG 分解を使ってテキストをバラバラにして動かします。コントロール T で横書き文字ツールに切り替えて、文字パネルからフォントサイズを135にして段落を中央に揃えておきます。私はテキストを手順じゃなく仕組みを理解とします。文字を入力できたら、コントロール、オルト、ホームでアンカーポイントをテキストレイヤーの中心に戻してから、コントロール、ホームでコンポの中心に移動させておきます。文字のアニメーションタイミングである20フレーム目にレイヤーの先頭が来るように移動させます。GG 分解を使って文字を分解します。分解方法は文字ごとに分解です。アイコンを4つ目に合わせてから T のボタンを押しましょう。文字の動きを確認しやすいようにソロ機能を有効にして文字だけ表示させます。分解して作成されたシェイプレイヤーをすべて選択していることを確認して B を押して1プロパティを表示させます。シフトを押しながら S と R も押してスケールと回転プロパティも表示させておきましょう。レイヤーの先頭から14フレーム進めて1とスケールにキーフレームを打っておきます。3フレーム戻り回転にキーを打ちます。レイヤーの先頭に戻りテキストのシェイプレイヤーがすべて選択されていることを確認してからコントロール、ホームキーを押してレイヤーをすべて画面の中心に集めておきます。次にスケールを 0% にします。1とスケールの最後のキーフレームを選択してキーフレーム速度の入る速度の影響を高く設定して緩急をつけておきます。回転にもキーフレームを打っていきます。一旦レイヤーの選択を解除してから V を押して選択モードに切り替えます。コンボ上でテキストの左半分をドラッグし、選択してからレイヤーの先頭に戻り回転を45度にします。次は逆側の右半分のテキストを選択して開始フレームで回転をマイナス45度とします。すべてのテキストのシェイプレイヤーを選択して R を押し、回転プロパティだけを表示させます。回転に打たれたキーフレームを選択してイラスティックをしましょう。
一度再生してみます。これでテキストアニメーションのベースは完成です。テキストの再生タイミングをそれぞれずらしておきましょう。外側に位置するテキストから先に再生されるように調整します。私の場合は漢字の順と組とりとひらがなのなを選択して4フレーム先に進めておきます。残った中央付近にあるテキストをまとめて選択し、さらに4フレーム先に進めておきます。これで動きは完成しました。このテキストは真ん中から登場するサークルの外側には表示させたくないので、マット設定を使用して表示範囲を制限します。ライン、テーパーに適用しているマット設定をコピーします。テキストをすべて選択して貼り付けておきます。これで表示範囲を設定することができました。最後に味付けとして少し手を加えてみましょう。完成のテキストアニメーションを見ると、テキスト登場時は塗りではなく線の状態で登場して、途中で塗り状態に切り替わっています。これを再現しましょう。まず最初にアニメーションが開始されるテキストを4つ選択して、レイヤーの先頭から5フレーム進めて、コントロール、シフト、D でレイヤーを分割します。分割されたレイヤーの前の方を選択して塗りをオフにして、線をオンにします。線幅は5としておきましょう。他のレイヤーも同じように、レイヤーの先頭から5フレームのところで分割し、線だけの表示に切り替えていきましょう。これでテキストアニメーションは完成です。ではテキスト登場の印象を強めるために、シェイプエフェクトを作りましょう。G を押してペンツールに切り替えます。塗りは無効にし、線だけが有効になっている状態にしておきます。線幅は12とし、お好みで色を変更しておきましょう。では、パスを書いていきましょう。シフト、コロンを押して、グリッドを表示させます。画面の中心ではなく、少し上にずらした場所から始まるように、パスのポイントを打っておきます。これは、今作っているラインアニメーションが、文字の上に被らないようにするためです。シフト、コロンでグリッドを解除して、シフトを押しながらそのまま真上に線を引いておきます。これでシェイプが完成しました。名前をシェイプエフェクトとしておきます。バッドキャッパーを導入していない方は、レイヤーを展開して線の中にある項目から丸型に変えましょう。レイヤーの先頭をテキストのアニメーションタイミングである2次フレームに合わせましょう。では、レイヤーを展開して編集していきます。追加からパスのトリミングを追加します。追加するときは、シェイプ1を選択した状態で、パスのトリミングを追加するようにしてください。これは今から作るラインアニメーションを後ほど複製し、パスのトリミングの再生タイミングを変更するためです。シェイプ1の中にパスのトリミングが追加されている状態の方がグループとして扱えるので、複製の際に都合がいいからです。では、パスのトリミングを展開して動きをつけましょう。レイヤーの先頭から2フレーム進めて、終了点を 0% にしてキーフレームを打ちます。6フレーム進めて終了点を 100% にします。次に開始点です。レイヤーの先頭から5フレームに時間を合わせて、開始点を 0% にします。そこから7フレーム進めて 100% にします。それぞれ2つ目のキーを選択して、キーフレーム速度の入る速度の影響を高く設定しておきます。これでベースのアニメーションができました。では追加からリピーターを選択しましょう。追加したリピーターを展開して、コピー数を4にし、トランスフォームリピーターの位置を0に、回転は90としておきます。これで放射状に広げることができました。今作ったのは、シェイプレイヤー入門第2回の動画でも行ったシンプルなアニメーションですが、今回は一手間加えたものになります。完成形を見てみましょう。よく見ると、ラインアニメーションの前にもう一つ短いラインが先に再生されています。本当にちょっとしたことですが、なんだか手が込んだように見せることができます。追加してみましょう。シェイプエフェクトのレイヤーの中にあるシェイプ1を選択して、コントロール D で複製します。編集しましょう。打たれているキーフレームの時間をずらします。開始点と終了点に打たれたキーフレームをレイヤーの先頭に移動させます。
次に終了点に打たれた2つ目のキーフレームを3フレーム前に移動させます。そこから1フレーム進めた時間に開始点に打たれた2つ目のキーフレームを移動させておきましょう。これで完成です。45度傾けます。コントロール、オルト、ホームでアンカーポイントをコンポの中心に配置します。R を押して回転プロパティを表示し、45度に傾けておきます。再生してみましょう。ラインの開始点が文字と被る場合は、パスを調整してみてください。被っていても気にならない場合は、そのままでも OK です。では最後にカット4につなげるためのアニメーションを追加します。カット5はこのような始まりです。文字を中心にカメラが回転していますが、動きの流れとしては右から左へ流れています。なので、この動きの方向に合わせてカット4を動かします。では作りましょう。コントロール、オルト、Y で調整レイヤーを作成します。エフェクトのオフセットを適用しましょう。オフセットはレイヤー内のイメージをオフセットすることができます。片側から押し出されたイメージは反対側に表示される効果となります。ではこのエフェクトを使ってアニメーションを追加しましょう。コンポジションの開始フレームから60フレームに時間を合わせて、中央をシフトにキーを打ちます。25フレーム進めて、中央をシフトの X 軸をマイナス1580にして画面をスライドさせましょう。一つ目のキーフレームを選択して出る速度の影響を高く設定しておきましょう。カット4は85フレームが最終フレームとなります。ワークエリアの範囲を指定してトリムしておきましょう。再生してみます。これでカット4は完成です。前回同様カットをつなげて確認してみましょう。これでようやくカット4までが完成しました。残り4カットですが、作業的にはすでに半分以上はクリアできている状態です。非常に長くなっていますが、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では今回はここまでです。またお会いしましょう。さようなら。